禁煙を決意するほど実はやめられなくなります。それってどういうことですか？やめようって強く思うほど逆効果ってことですか？自分も何度も決意してきました。でも3日も続かなくてまた戻ってしまうんですよね。少し考えてみてください。やるべきことが分かっているのに動けない瞬間はありませんか？頭では正しいと理解しているのに体がついてこない感覚です。多くの人がここで自分を責め続けています。しかし問題は意志の弱さではなく仕組みにあります。この視点を知らないまま努力すると遠回りになります。確かに、できないたびに自分がダメだって思ってました。気合が足りないんだって考えてしまいます。だからこそもっと頑張らないとって焦ってしまって、結果的に余計に失敗してる気がします。この本を読むとあなたの行動の見方が変わります。私たちはなぜやるべきことをやれないのか、やめたいことをやめられないのか。キム・ソクチェ著、自己啓発と脳科学の一冊です。この本はやる気や根性ではなく、なぜ人は行動できないのかという仕組みを解き明かします。仕組みって聞くとちょっと安心しますね。自分の性格の問題じゃないって思えるので、もし理由がわかるならちゃんと変えられる可能性があるってことですよね。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。やめられない原因とそこから抜け出すための具体的な考え方を順番に分かりやすくお伝えしていきます。これはまさに会社員の現実を変える一冊です。努力じゃなく設計で救うという視点があなたの毎日を大きく変えていきます。この本は人が行動できない理由を脳の仕組みから説明しています。やる気や根性ではなく、もっと根本の原因に目を向けます。つまり頑張り方が間違っている可能性があるってことですか？自分の努力が足りないと思っていました。私も同じです。できない時は自分に問題があると思い込んでしまいます。この本では人の行動を動かす鍵としてドーパミンという脳内物質に注目します。これはやる気や快感に関係する重要な仕組みです。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても変わりません。なぜならドーパミンは意志とは関係なく動くからです。だから意志力だけでコントロールしようとしても限界があります。意思と関係ないって聞くとちょっと衝撃ですね。じゃあ気合でどうにかするのは難しいんですか？それなら今までのやり方でうまくいかなかった理由も納得できます。無理に頑張っていただけかもしれません。本の中では行動が生まれる流れをとてもシンプルに説明しています。きっかけがあり、反応が起きて結果が残るという流れです。そしてこの流れのどこに問題があるのかを見つけることで、やめられない行動や続かない行動を変えていきます。流れで考えると少し整理しやすい気がします。なんとなくで行動していた部分が見えてきそうです。どこでつまずいているのか分かれば対処の仕方も変わってきそうですね。この本を読むことで自分の行動がなぜ続かないのかが分かるようになります。さらにどうすれば自然にやめられるか、そのヒントも得られます。特に意志力に頼らずに行動を変える方法が具体的に紹介されています。それが環境や仕組みを使ったアプローチです。環境って例えばどんなものですか？自分の周りを変えるってことですか？意思じゃなくて環境で変えるっていう考え方、今まであまり意識してこなかったです。例えば誘惑を遠ざける配置や自然と行動できる仕組みを作ることです。こうした工夫が行動を大きく変えていきます。決意するほど実は行動が強化されてしまいます。やめたいのに逆に強くなるってことですか？それだと今までの努力が全部逆だった気がしてしまいます。ここで大切なのは決意そのものが脳を刺激している点です。やめると決めた瞬間に脳は強い期待を感じます。この期待っていいことのように思えます。やる気が出るきっかけにもなりそうです。でも実際にはその期待が癖になっている感じもあります。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。なぜなら期待はドーパミンを増やしてしまうからです。ドーパミンは快感や欲求を強くする働きがあります。つまりやめたい対象への意識が強くなってしまうのです。やめようと思うほど頭の中でそのことばかり考えてしまいます。それで結局気づいたら元に戻ってしまうんですよね。しかも失敗するとさらに強く決意し直してしまいます。その繰り返しで抜け出せなくなる感じがします。つまり決意と失敗のループができてしまうのです。決意する、我慢する、反動で戻る、この流れです。この流れを断ち切るには別の方法が必要になります。意志で抑えるのではなく仕組みで弱める考え方です。仕組みで弱めるってどういうことですか？
我慢しないで変える方法があるなら知りたいです。まずは強い決意に頼ること自体を見直します。そして刺激を減らす方向に考え方を切り替えます。例えば目に入る情報を減らすだけでも変わります。意識しない状態を作ることが大切になります。意志力には限界があります。頑張ればなんとかなると思っていました。でも実際には途中で力が切れてしまうことが多いです。ここで重要なのは意志力は使うほど減るという点です。朝はできても夜になると続かなくなるのはそのためです。確かに仕事終わりは何もやる気が出なくなります。やろうと思っていたことも後回しにしてしまいます。それで自己嫌悪になることも多いです。多くの人がここで時間を失っています。意志力を前提にした計画は必ずどこかで崩れるからです。だから気合で乗り切ろうとするほど続かなくなります。意志力が前提だと失敗するのが普通ってことですか？そうなると自分のせいじゃないと思えて少し楽になります。でもそれならどうすればいいのかが気になります。本書では意志力に頼らない設計が必要だと説明されています。つまり意志がなくてもできる状態を作ることです。やるかどうか考えない仕組みを作るということです。考えずにできるってちょっと不思議な感じがします。でも確かに習慣になっていることは自然にできています。例えば歯磨きやスマホを見る動きなどです。これらは意志ではなく流れで行動しています。同じようにやるべきことも流れに乗せる必要があります。そのためには選択を減らす工夫が大切です。迷う余地を減らすことで行動しやすくなります。例えばやる時間や場所を決めておく方法があります。毎回考えなくていい状態を作るイメージです。やめるために頑張る必要はありません。環境を変えることで自然にやらなくなります。それって自分の意思に頼らないってことですよね。でも本当にそれで変わるのか少し不安もあります。これまで何度も失敗してきたので正直また同じになる気もしています。ここで大切なのはやらない状態を先に作るという発想です。行動を止めるのではなく起きないようにする考え方です。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。なぜなら毎回戦う状況を自分で作っているからです。確かに誘惑がある中で我慢するのはきついです。気づくと負けてしまってまた自己嫌悪になります。実はその環境自体が問題だったんですね。例えばスマホを触ってしまう人は手の届く場所に置いています。お菓子を食べてしまう人は目につく場所に置いています。つまり行動は環境に引っ張られているのです。言われてみると無意識に手が伸びている感じがあります。考える前に行動していることが多いです。だからこそ先に環境を変えることが重要になります。例えばスマホを別の部屋に置くという方法があります。お菓子を買わないようにするのも一つの工夫です。やらない選択を簡単にするイメージです。やるかどうか悩む前に選択肢を消す感じですね。それなら確かに迷うこと自体が減りそうです。小さな工夫でも積み重ねると大きな差になります。環境を整えることで自然と行動は変わっていきます。ある人は毎日スマホを長時間見てしまう習慣に悩んでいました。仕事が終わった後気づくと何時間も触ってしまいます。やめたいと思っているのになかなかやめられませんでした。それかなり身近な話に感じます。自分も気づいたら動画を見続けていることがあります。本当は早く寝たいのに止められないんです。その人も同じように悩み続けていました。何度も決意して今日はやめようと考えます。でも結局いつも通り触ってしまいます。どうしても止められない感じわかります。自分で決めたことなのに守れないのが辛いです。だんだん自分が嫌になってきます。ここで重要なのは行動の原因を間違えている点です。意志が弱いのではなく環境が強すぎるのです。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。つまり戦う場所を間違えている状態です。意志で勝とうとしても負けやすい状況です。その人はある日やり方を変えました。意志ではなく環境を変えることにしたのです。具体的には寝る前にスマホを別の部屋に置きました。それだけで本当に変わるものなんでしょうか？正直少し疑ってしまいます。そんな小さなことで変わるとは思えないです。しかし結果は大きく変わりました。その日からスマホを触る時間が減ったのです。手元にないだけで行動のきっかけが消えました。つまり使うかどうか考える前に止まったのです。確かに近くにあると無意識で触ってしまいます。遠くにあると取りに行くのが面倒になります。その面倒さが行動を止める力になります。
本書ではこの小さな差が重要だと説明されています。やるかどうかの前にできるかどうかが決まっています。だからこそ環境を先に整えることが大切です。頑張る場所が違っていた気がします。自分を変えようとしてばかりでした。でも環境を変える方が現実的だと感じます。人は環境に強く影響される存在です。だから無理に戦い続ける必要はありません。戦わなくてもいい形を作ることが大切です。この本の内容は日常の小さな行動にすぐ活かすことができます。特に仕事終わりや疲れている時間帯に効果を発揮します。確かに、帰宅後はやる気が一気に落ちます。やろうと思っていたこともつい後回しになります。そのままスマホを見てしまって時間がなくなることが多いです。ここで大切なのはやる気がある前提で考えないことです。やる気がなくても動ける状態を作ることが重要です。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。例えば、帰宅後すぐに机に向かう人は少ないです。だからこそ座るまでの流れをあらかじめ決めておきます。流れを決めるって具体的にはどういうことですか？細かく決めすぎると逆に疲れそうな気もします。例えば帰宅したらまずカバンを置く場所を固定します。そのまま椅子に座る動線を作っておきます。さらに机の上には必要なものだけを置いておきます。準備しておくことで考える手間を減らします。確かに、探し物があるとそれだけでやる気が落ちます。すぐ始められる状態なら動きやすくなりそうです。もう一つの例としてやめたい行動の対処があります。例えば寝る前のスマホをやめたい場合です。スマホを手元に置かないだけでも変化が生まれます。それなら自分にもできそうな気がします。難しいことじゃなくて配置を変えるだけですよね。こうした小さな工夫が積み重なると大きな差になります。本書ではこの積み重ねが行動を変えると説明されています。この本の内容は仕事の効率化や習慣づくりのような場面でも役立ちます。意思に頼らず自然に行動できる仕組みを作ることができます。今回紹介した内容はとてもシンプルですが重要な考え方です。やめられない原因は意志の弱さではありません。仕組みと環境に原因があるという点です。これを聞いて少し安心しました。自分の問題じゃなかったと思えるだけで気持ちが楽になります。今までずっと自分を責めていたので、その考え方はありがたいです。本書では決意が逆効果になることが説明されていました。強くやめようとするほど逆に意識が強くなってしまいます。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。だからこそ頑張る方向を変える必要があります。さらに、意志力には限界があることも重要なポイントです。使うほど減ってしまうため長くは続きません。そのため、意志に頼る方法は安定しません。それなら無理に頑張るよりも仕組みを考えた方が良さそうです。そして最後に大切なのが環境を整えるという考え方です。やらない状態を先に作ることで自然と行動が変わります。これなら自分にもできそうだと感じました。難しいことではなく小さな工夫で変えられるのがいいですね。今日は5分でいいのでスマホの置き場所を一つ変えてみてください。それだけでも行動は少しずつ変わり始めます。今回の内容は会社員の現実を変える一冊の考え方です。努力じゃなく設計で救うという視点をぜひ取り入れてみてください。この本を読んだ方は、ぜひコメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録もお忘れなく。